この船は A140 と呼ばれる戦艦で、実際に建造されたものではなく、戦艦大和のルーツにあたる設計案をバーチャル上で再現したものになります。 A140 大和原案の多くの部分が想像図であることを留意いただければと思いますが、武装配置や大まかな環境の形状はある程度図面から読み取ることができます。 A140 は高支配水量69,500トンとおおむね大和と同等ですが、水船長は294メートル、全幅 41.2 メートルと水船長256メートル、幅は 38.9 メートルの大和に比べるとやたらと大きいのが特徴です。 A140 が考案された1935年は友鶴事件など復元性に起因する事故の影響のため、安定感のある艦が求められる傾向にあり、この技術的なトレンドが船体規模の巨大化という形で如実に現れたのではないかと思われます。 A140 で興味深いのは、大和を超える20万馬力の機関出力を計画しており、速力31ノットを発揮すると見積もられました。もしこのまま A140 が竣工すれば、機動部隊の護衛艦としての能力を発揮したかもしれません。1930年代は戦艦が空母だけでなく、巡洋艦部隊に随伴することを積極的に検討しており、こちらも当時の運用思想を反映したものと言えるでしょう。そして、なんといっても A140 最大の特徴は艦の前方に集められた3機の46センチ3連装砲です。この主砲配置は船の重要区画、バイタルパートを重点的に防御できる上に重量の面でもメリットがありました。これはイギリスのネルソン級戦艦と同じ設計思想で、A140 が考案された当時の技術的なトレンドを受けてのものでした。しかし、ネルソン級戦艦は主砲配置が影響して重量配分のバランスが悪く、運動性や両派性に問題を抱えており、ネルソン以降のイギリス戦艦でこの主砲配置が採用されることはありませんでした。しかも A140 に搭載された46センチ砲はネルソン級の40センチ砲に比べても大重量であり、より大きな問題を引き起こした可能性が考えられます。また、当時の検討会議でも3つの主砲を同時に射撃した場合の振動が問題視されたことで、この主砲配置は順次変更されていき、戦艦大和では主砲を分散して配置して完成に至っています。ただ、主砲の集中配置という設計思想は、重巡洋艦のトネに採用されており、トネは巡洋艦の中では特に優れた防御力を発揮し、航空機の運用能力にも優れているなど、前方への主砲配置のメリットの多くを感受する結果となりました。様々な問題は考えられるものの、戦艦大和にこの主砲配置が採用された場合、対空兵器のさらなる増設や、航空戦艦への改装が現実的なものになったかもしれません。また A140 は主砲ではなく副砲も密集して配置されていました。ここまで副砲を密集させた艦は他になかなか見られませんね。次の映像は A140 と戦艦大和全体を比較した映像ですが、大和にはバルバスバウが、A140 はクリッパーバウと呼ばれる艦首形状が採用されています。予算と船の大きさを極力抑えた上で高速力の発揮を目指した大和の設計と、新型戦艦建造の叩き台であった A140 の性格の違いが最も出ている箇所と言えるでしょう。以上のように大和原案 A140 は実際に建造することを目的とした戦艦というわけではなく、新型戦艦の設計コンセプトの方向性を示すための船で、船体規模からも当時の日本の造船所で建造することは困難でした。しかし A140 と戦艦大和は46センチ砲を発射できるプラットフォームを担うというコンセプトに変わりはなく、機関区画や防御構造など設計の基部は大和に完全に受け継がれていました。また、大和原案というべき設計案は、ディーゼル機関搭載案や41センチ砲搭載型など20種類以上現存しており、他の日本の戦艦が敗戦の影響で技術的資料や設計のラフスケッチがほとんど消失しているのに対して、大和型は異例とも言えるほど詳しく残されています。最高の機密として扱われた大和型戦艦のラフスケッチが最も多く残されているというのは、何か皮肉めいたものを感じてしまいますね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい。ちょっとね、気になったんですけれども、今回復元した大和原案 A140、ぶっちゃけかっこいいと思いますか？それとも、なんかもっとあるだろうみたいな、ちょっとダッセーなとね、思ったでしょうか？どちらでしょうかね。
皆さんの感性をね、ぜひね、聞いてみたいと思いますので、ぜひね、A140 のかっこよさのね、ぜひのコメントをいただけますと嬉しいです。大和剣案は合計20種類以上もありますので、これからね、全タイプをね、バーチャル上で再現していけたらなと思っております。あと、おまんじゅうたちのぬいぐるみも、300匹販売することができました。お迎えいただけた方もね、ご検討いただけた方もとても嬉しく思います。なんとか荒川に流さずに済みましたね。嬉しいです。はい、そんな感じで、ぜひ動画への高評価やチャンネルの登録でご支援いただけますととても嬉しく思います。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよならさよならさよなら、バイバイ。